今日はスノのかなり高度な新機能、スタジオの簡単な紹介をしていくよ。スタジオは以前からテスト環境で使えたけど、今日やっと正式に実装されたね。スタジオは簡単に言うとより進化したエディット。操作方法もエディットと共通する部分が多いよ。エディットと共通する部分は改めて説明しない。わからないときはエディット解説動画の方を見てね。スタジオは左メニューから選択するか、曲のメニューから選択するかで入れる。左メニューから入るとこの画面になるよ。エディットに近い画面が表示されるけど、上のボタンでいろいろな画面を開閉できる。普通の生成画面に近い状態にもできるね。まずはスタジオで編集する曲を選ぶ。今回はこの画面で生成してみるね。もちろん既存の曲を選んでもいい。通常画面で生成した曲でも選べるよ。生成が終わったら生成画面は閉じて、エディット画面に編集したい曲をドロップするよ。これでスタジオを使う準備は完了。選択した曲をエディットのように編集できる。エディットと違って分割したデータの間を空白にすることもできるよ。サビの開始地点でデータを分割したよ。まずはこの曲のサビを聞いておこうか。スタジオの中で踊る音、ビートに乗せて飛び込むよ。スタジオの中で描く未来、ここから始まる僕のストーリー。今聞いたサビを分割したデータにした。この分割したデータをクリップって呼ぶ。クリップを選択すると右のメニューでクリップに対していろいろな操作ができるよ。右の色の部分を押すと色が変えられる。目印として色を変えておくのもいいね。テンポの項目はちょっと複雑なので申し訳ないけど説明は後日の動画でするよ。トランスポーズでは曲のキーが変えられるよ。試しにちょっとやってみようか。スタジオの中で踊る音、ビートに乗せて飛び込むよ。スタジオの中で描く未来、ここから始まる。この機能を使って有名な転調をしてみようか。クリップを複製してもう一回サビを繰り返す。サビとサビの間をつながるように編集して、後半のサビだけキーをプラス1するよ。未来、ここから始まる僕のスタジオの中で踊る音、ここから始まる僕のストーリー。トランスポーズは曲のキーを変えるだけではなく、単純な転調を作ることもできるね。次のスピードはクリップの速度を変えられる。これも音楽的にいろいろ遊べる機能なんだけど、なぜか最小でも2倍または 0.5 倍と速度を変化させる幅があまりにも広すぎる。スピードはもっと細かく設定できれば、曲の最後のテンポを少し落としたり、逆にテンポを上げたりもできる。今後のアップデートに期待だね。クリップボリュームは音量を変えられる。これはエディットにも同じ機能があったね。それじゃそろそろ本題に入ろうか。スタジオの一番の進化はここから先にある。スタジオは複数のクリップを同時に再生できる。これは音楽的に飛躍的な進化と言えるね。ただこの機能を使うなら事実上ステムでデータを分割するのが必須かな。ステムはエディットで使えるステムと同じだよ。もちろん1回50クレジットかかる。生成が終わったらインサートオールボタンで全てのデータをエディット画面に移せるよ。こうして楽器単位にトラックが分割された。このトラックにもいろいろな操作ができるよ。スピーカーボタンは音量のオンオフができる。オフにするとそのトラックの音が消えるよ。その下のソロボタンはオンにするとそのトラックだけの音を聞くことができる。ソロボタンの右のスライダーはボリューム。トラックの音量を自由に調整できるよ。
その下のスライダーはパン。パンはスノでは初めて出てくる概念だね。とりあえず実際に聞いてみようか。今の操作をボーカルトラックでやってみる。スタジオの中で踊る音、ビートに乗せて飛び込むよ。スタジオの中で描く、スタジオの中で踊る音、ビートに乗せて飛び込むよ。スタジオの中で描く。パンは音の位置を動かすスライダーだよ。音の鳴る位置を右や左に動かすことができる。楽器の音が混ざって聞こえてしまう場合、パンをずらすと分離して聞こえやすくなる。わかりやすい例は複数ボーカルかな。複数人の歌声が混じっている場合は、一人一人のパンの位置をずらしてやると歌が分離して聞こえやすくなるよ。ちなみにトラックは複製することもできる。ボーカルトラックを2つにしてみようか。2つに増えたボーカルトラックに別々のパンを設定したらどう聞こえるかな。スタジオの中で踊る音、ビートに乗せて飛び、スタジオの中で踊る音、ビートに乗せて飛び、中央にある音ほど目立って主役になり、左右に振った音は伴奏になりやすい。だからメインボーカルは中央に置いて、サブボーカルを左右に振るのが基本だね。ただボーカルトラックを2つに増やしても2人で歌っているようには聞こえない。全く同じ音を複数の位置で鳴らしても同じ音がいろいろな場所から聞こえるだけだね。じゃあ片方のボーカルトラックだけをほんの少しだけずらしたらどうなるかな。スタジオの中で踊る音、ビートに乗せて飛び込む。スタジオの中で踊る音、ビートに乗せてスタジオの中で踊る音、ビートに乗せて飛び。コーラスとディレイは定番のエフェクト。ボーカルに限らずいろいろな場面で使われるよ。それとあとはハーモニーも作れるかな。ボーカルの片方だけキーを動かすよ。スタジオの中で踊る音、ビートに乗せて飛び、スタジオの中で踊る音、ビートに乗せて飛び、スタジオの中で踊る音、ビートに乗せて。音楽の基本的な用語にオクターブがある。ドからド、レからレまでの長さのことだね。このオクターブの長さがキー12個分なんだ。だからトラックのキーをプラスマイナス12にしてもドはド、レはレのままになるから、音楽的に問題が生じることはないんだ。ただ変化量が多すぎるから音としては劣化した変な音になるけどね。プラスマイナス12以外でハーモニーを作ろうとすると基本的にはほぼ音楽的な問題が生じる。うまく使うのは結構難しいけど、これも定番のエフェクトではあるね。ここまで話してきたいろいろな手法は音楽制作ソフト DAW の定番エフェクトだよ。 DAW では似たような加工を手軽にさらに高度に行うことができるね。スタジオはかなり DAW に近づいてきたけどまだまだ性能差は非常に大きいと言える。ただスタジオには DAW を超える機能がある。やっとスタジオの一番の魅力を話せるね。スタジオは楽器単位でリプレイスセクションできる。これは間違いなく革新的な進化だね。画面下にスタイルを入力する欄がある。左のボタンを押すと画面が拡大されるよ。拡大するとこんな感じになる。左上に楽器を選択するメニューがあるよ。ここではいろいろな楽器を選択できて選択した楽器だけの曲を生成できるよ。ただ現在は他の楽器が混じることも多い。まだ動作は非常に不安定だね。曲の全体ではなく曲の一部分だけを
生成した方が正しく機能することが多い。それじゃ増やしたボーカルトラックの片方のサビの部分だけを再生成してみるよ。スタジオの中で踊る音、ビートに乗せて飛び込む。スタジオの中で踊る音、ビートに乗せて飛び込むよ。スタジオの中で踊る音、ビートに乗せて。スタジオの中で踊る音、ビートに乗せて飛び込むよ。スタジオの楽器単位の生成を使えば特定の楽器、歌だけの修正もできるし、同時に再生すれば複数人歌唱、男女ボーカルの変更も自在にできる。ただスタジオには大きな問題点もある。今日の曲ってちょっと音量が変だったよね。普通の音楽制作作業では今日やったように楽器ごとのデータをいろいろと加工した後、全体の音量バランスを整える作業をする。今日の曲はこれをやってないから音量が変。そしてこのバランスを整える作業って想像の数十倍くらい難しくて大変な作業だから、スタジオは革新的な機能ではあるけど、これを使って良い曲を作るのは大変だと思う。スタジオを使いこなすにはある程度の音楽的な知識が必要になってくると思うよ。今回はスタジオの基本的な機能を紹介するだけで時間が来てしまった。次回はこのスタジオの楽器指定生成の細かい仕様を検証していくよ。ただスタジオ以外の動画も作りたいから、スタジオの動画は週1回程度のペースにするよ。それじゃまたね。